皆様、こんにちは。私は、2500年前、領寿戦にて釈尊が法を説いたその場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経安楽行本第14をお届けします。この章は、仏の道を目指す皆様にも、とても興味深い。どのようにしたら、菩薩になれるのか、また、菩薩の立場として、どのように、法華経を説くのか、といった方法について釈尊はお説きになります。法華経の中でも非常に重要な部分です。その釈尊の教えをわかりやすくお伝えしてまいります。どうぞ最後までご視聴ください。その時、文殊師利菩薩が釈尊に尋ねました。世尊よ、菩薩と偉大なる菩薩、摩訶薩たちは、誠に難しい誓願を立てられました。後の世において、この法を説くことは極めて困難なことです。どのようにして、この経を広めるべきでしょうか。釈尊は文殊師利に答えました。菩薩と摩訶薩たちが、未来の混乱した世において、この経を説こうとするならば、4つの法、真悔誓願を実践し、これに安住しなければならない。と釈尊は伝えました。釈尊は、真の安楽行を説きました。まず第一に、文殊師利よ。菩薩がこの法華経を、衆生のために説こうとするならば、まず菩薩の行書と真言書に安住しなければならない。では、菩薩の行書とは何か？それは、菩薩と摩訶薩が、ニンニクの地に従し、常に柔和であり、善純なる心を持って、決して激しく怒ることなく、心を乱すこともないということである。また、どのような法に対しても偏りなく、執着することなく、それらの本質を如実の相として感じるのである。さらに、物事を分別しようとする心を捨て、ありのままに受け入れる。これこそが、菩薩と摩訶薩の行書である。さらに、文殊よ、偉大なる菩薩たちは、すべてのものの本質を見極め、空であると悟る。それらは、あるが、ままの姿であり、誤った見方に惑わされず、心を乱すこともなく、後退することもなく、変わることもないのだ。それは、ちょうど大空のように、何かを所有する性質がなく、言葉で表現することもできない。生まれることもなく、現れることもなく、名前もなく、形もなく、真に存在するものとして捉えることはできないのだ。その本質は、限りなく広大で、何者にも妨げられず、束縛もない。しかし、これらの現象は、因縁によって一時的に現れるものであり、人々が誤った見方をすることによって、あたかも実体があるかのように見えてしまうのだ。故に、常にこの真理を深く観察し、理解し、心から楽しみながら修行せよ。これが、偉大なる菩薩が歩むべき、第二の道、真言書という。さらに、釈尊は続けます。菩薩と摩訶薩たちが交わるべき相手も慎重に選ばなければならない。国王や官僚、異端の思想家や世俗の作家、清浄の学者と親しくなることなく、また、芸人や役者、狩猟や漁業を生業とする者とも距離を保つことが求められる。ただし、彼らが法を求めるときには、これを説くことを嫌がってはならない。また、在家、出家を問わず、正門の教えに執着する女性に対しても、むやみに親しく接することを避けるべきである。常に座禅を好んで心を落ち着かせ、静かな環境で修行を積むことこそが、真の菩薩のあり方である。さらに、すべての存在は、因縁によって形をなす仮のものであると見極め、この真理に安住することが、菩薩と摩訶薩たちの交友のあり方であるのだ。と釈尊は伝えました。さらに釈尊は、苦の安楽行についても説かれました。また、文殊師利よ。もし私の入滅の後、末法の世において、この法華経を説こうとする者がいるならば、
必ず安楽行に従すべきである。法を語るときも、経典を読唱するときも、決して他人や経典の欠点を指摘してはならぬ。また、他の星を軽んじてはならず、人々の講話や長所、短所についてあれこれ語ることも慎むべきである。さらに、他人の名前を挙げて、その過ちを責めたり、あるいはその美点を称賛することも控えるべきである。何よりも、恨みや憎しみの心を抱いてはならぬのだ。安楽の心をよく収めることで、法を聞く者たちも反発することなく、素直に耳を傾けるであろう。もし誰かが難しい問いを投げかけたとしても、決して正常の教えで答えてはならない。ただ、大乗の教えをもって解き明かし、彼らが最終的に一切し、仏の悟りを得るように導くのだ。と釈尊は伝えました。次に、釈尊は、意の安楽行についても説かれました。もし、この法華経を説こうと願うならば、心を清め、正しい道を歩まねばならぬ。嫉妬や怒り、おごり高ぶる心を捨てよ。人を欺くことなく、偽りを離れ、まっすぐな心を持ちなさい。人を見下すことなく、法を軽々しく語ってはならぬ。また、他者に疑いや後悔の念を抱かせて、お前には仏になれぬ、などと言ってはならぬ。法を説く者は常に穏やかで忍耐強くあれ。すべての衆生に対して深い慈悲の心を持ち、怠ることなく精進せよ。十方の偉大なる菩薩たちは衆生を救うために道を歩んでいる。故に彼らを敬い、この方々こそ我が師なり、と仰ぎなさい。また、すべての仏を無上の父と仰ぎ、慢心を捨て、謙虚な心で法を説くのだ。そうすれば、何者にも妨げられることなく、まさしく法を伝えられるであろう。この第三の法を、知恵ある者は、深く守り、実践すべきである。心に安らぎを持って、行を修すれば、無料の人々に敬われるであろう。と釈尊は伝えました。そして、釈尊は、誓願の安楽行についても説かれました。さらに、文殊師利よ。もし未来の世において、法が衰え、滅びようとするとき、この法華経を受け持つ者がいるならば、彼は在家であろうと出家であろうと、すべての人々に対して大いなる慈しみの心を持たねばならぬ。また、菩薩の道を歩まぬ者たちに対しても、大悲の心を抱き、彼らを救おうと願わねばならぬ。その者は、こう思うべきである。この人々は、如来の巧みな方便による説法を失ってしまっている。真理を聞かず、知ろうともせず、悟ることもなく、問いかけようとすらしない。彼らは信じることなく、理解しようともしないのだと。だが、文殊師利よ。たとえこの者たちが、今は法華経を問わず、信じず、理解しなくとも、私が、九多羅三が脈三菩提、最高の悟りを得たならば、どこにあろうとも、私の知恵と人図力をもって導き、必ずや彼らを正しい法の中に住まわせるであろう。文殊師利よ。このようにして、如来の滅後においても、第四の法を成就する菩薩摩訶薩は、法を説くにあたり、決して過ちを犯すことはないであろう、と釈尊は伝えました。ここで、釈尊は、法華経の稀有を、華中の妙手として伝えました。文殊師利よ、多くの国においては、この経の名を聞くことすら困難であり、それを読み、信じ、治める者は、さらに稀である。ある偉大な王が国を治めていた。その王は、従わぬ者を征伐し、功績のあった者には、様々な褒章を与える。しかし、唯一、華中の妙手だけは、決して与えない。それは、王の象徴だからである。如来も同じである。多くの経を説いて、人々を導くが、ただ法華経だけは、今まで与えられなかった。
しかし、長きにわたる修行と試練を経て、大いなる功績を上げた者には、如来は、ついにその宝を授ける時が来る。この法華経こそが、最も奥深い教えであり、如来が滅多に説くことのない第一の法であるのだ。と釈尊は伝えました。釈尊は、この教えをさらに強調するため、下をもって説きました。如来の滅後にこの経を読み、説く者は、憂いや苦しみを離れ、病や貧困に悩まされることはない。彼を慕う人々が集まり、天の子らが彼を供養するであろう。いかなる武器や毒も彼を害することはできず、悪口を浴びせる者もその口を閉ざすことになるであろう。世の夢において仏の姿を拝み、光り輝く仏の教えを聞くであろう。そして仏の前で合唱し、悟りを得るとの証を受け、多くの衆生を導く己の姿を見るであろう。深き禅定に入り、十方の仏を見る境地に至ることもある。王位を捨て、出家し、菩提樹の下で悟りを得、無常の法を説き、衆生を救う己の姿を見ることもあるであろう。そして最後には、火が燃え尽きるように涅槃へと至るのだ。後の世の乱れた時代において、この最上の法を説く者は、このように計り知れぬ功徳を得るのである。いかがだったでしょうか。本日の安楽行本では、後の世で法華経を説く者の心得と、菩薩としての心得について、釈尊は、4つの大切な心構えとして説かれました。1つ目は、体の安らぎを保つ行い、真の安楽行として、権力を持つ人々に近づかない。仏教以外の教えの思想家や、世俗の詩人、清浄の学者とも深く関わらない。娯楽や遊びに携わる人々や、摂生を生業とする人々とも交わらない。静かな場所を好み、座禅を行い、修行に励むことが大切である、ということ。二つ目は、言葉の安らぎを保つ、行い、苦の安楽行として、他人の誤りや欠点を責めたり、悪口を言わない。異なる宗教や思想を頭ごなしに非難せず、他者の考えを尊重する。人を直接名指しして批判したり、無駄に他人を持ち上げることもしない。穏やかで調和の取れた言葉を使い、争いを生まないように心がける、ということ。三つ目は、心の安らぎを保つ、行い、意の安楽行として、あらゆる衆生に対して、大きな慈悲の心を持つ。仏を、父のように敬い、菩薩を、師のように尊び、謙虚な心を持つ。すべての衆生を平等に扱い、偏りなく、法を説くことが大切である。人々が信じず、理解しなくても、忍耐強く法を説き続ける。ということ。四つ目は、誓いを立て、揺るがぬ信念で実践する、行い、誓願の安楽行として、人々は、信仰心が薄く、知恵が浅く、気まぐれで、時には無関心であることを理解する。それでも、衆生を仏の悟りへ導くと誓い、強い決意を持って行動する。たとえ多くの困難があろうとも、揺らぐことなく、この誓いを貫くことが重要である、ということでした。さらに、釈尊は、法華経の貴重さを、王の持つ宝玉、化中の妙手に例えました。王が、自らの証である宝玉を簡単には渡さないように、釈尊もまた、この法華経を長い修行の末に初めて説かれたのです。そして最後に、この経を説く者が得る、計り知れない功徳について語られました。病や貧困に悩まされず、人々に慕われ、さらには、夢の中で仏と出会い、未来の自分が悟りを開く姿まで見ることができるとされています。つまり、法華経を説くことは、決して楽な道ではありません。しかし、それを乗り越えた者には、比べるもののない大いなる功徳が与えられるのです。私たちも、この釈尊が説いた一仏上の教えを心に刻み、法華経の素晴らしさを皆さんと共に学び、
仏への一歩を歩んでまいりましょう。それでは、本日の動画は、ここまでです。今回は、妙法蓮華経の安楽行本第14についてお話ししました。次回は、十地輸術本第15の深い教えについてお話しします。もしこの動画が皆さんの心に響いたら、ぜひ、チャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。また、皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、また、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。